こんにちは。うっさです。今回は巨大羊毛を作ります。黄色い巨大羊毛を作る前に、土台を作る。ブロック素材の中に砂があると、落下してしまうからね。あらかじめ準備していた色味表を見ながら、ブロックを積み上げてみる。最初こそ、使えそうなブロックの候補も結構揃っていたんだよ。揃えたブロックがあまりに奇抜な模様をしていたため、模様が目立たない配置を探し、気泡を凝らして頑張ってみたものの、想像を絶するとんでもないものが生まれてしまう。奇抜なブロックを減らしながら、必死に積み上げているうちに、使えるブロックが3種類まで減ってしまった。こんなに離れて確認しても、使えるブロックが3種類では表現するのにも限界があるよね。これはもう仕方ない。黄色は諦めて、青緑にしよう。使えそうなブロックがこんなにあるんだしな。黄色じゃなくてもいいよね。厳選されて、減るだろって。やってみればわかる、当たって砕けろ精神だ。さあ、戻るぞ。黄色を撤去して、作り直しだ。だけど、これ、3色だけで作った割に、できてる方じゃない？薄い色から濃い色に並べて、青緑の羊毛を撮影。自分で作った色味表をもとに、ブロックを積み上げる。こうして見ている分には、色に違和感もなく順調に積み上がってるように思えるね。一面ができたので全体を確認してみる。この出来栄えで今後が決まるようなもんだしな。緊張してきた。まあ、最初なんてこんなもんだ。作った巨大ブロックと小さいの青緑の羊毛を見比べてみると、手作りの巨大羊毛の色にはっきりした色が強く出ているのがわかるね。現時点で使用している5色から歪んだオートブロックを抜いてみよう。近くで眺めていると色の配置がおかしい気がした。卓上の仕事だとやっぱり現場の体感と違うんだろうか。仕方がないので一つ一つ自分の目を信じておき直す。一列が終わろうとした時、ある違和感に気がついた。そう、色位置が違いすぎたのだ。撮影したてっぺんの模様と側面の模様を見比べてみたところ、上下逆になっていた。はい、やっちゃいました。ブロックを消して、一から作り直す。一色が抜けた分の微調整は、一面を完成させてからの方がやりやすいと思う。近くなったね。色が薄く感じる部分に、一段上の濃いブロックを入れ替えてみる。青緑のコンクリートを入れすぎた。微妙にコンクリートが目立つな。いや、これ以上ブロックを削ると、黄色のブロックと同じ運命をたどる。光コケか、あまり期待できないけど。なんだか違うな。薄くはなったけど、汚れのようだ。それくらいなら、これでどうだろう。濁っては見えないよね。近寄ってみるね。何を使ったかというと、そう、青緑の板ガラスです。巨大ブロックって、離れてみた時に似てるかどうかだし、ガラスが見えなければいい気がするんだよね。そうですよ。妥協ですよ。ガラスを使っている5番目が落ち着いているよね。形を整えてみよう。だがしかし、途中、ある問題に気がついてしまう。天井に板ガラスが貼れないのだ。仕方がないので、板ガラスを外して作業を続行。完成。でも、このままでは濡れた羊毛になってしまうので、思い切ってトーンを落として調整してみました。どうかな？青緑の羊毛に見えるかな？設置してくるか。あ。多くの板材のハーフが先だったね。